こんにちは、伊藤康子です。今日もスタートいたしましょう。今日のテーマは、フォーマルな席に訪問着を着ない私は変ですか？というテーマでお伝えをいたします。このように、この東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって、継続してご覧ください。フォーマルなお席に訪問着を着るということは必須条件のようになっています。皆様もそのようになさりたいと思われるでしょうし、そうなさっている方が多いと思います。ところがですね、訪問着を持っていない、訪問着は私に合わない、訪問着は着ないという方がある一部の方にいらっしゃるんですね。で、そういう方にとっては、例えばフォーマルなパーティーでも結婚式でも会でもいいんですけれども、フォーマルなお席なんだけど困ったわというふうになる方が結構いらっしゃるようなんです。なぜそうなるのかということをお伝えします。そういう方たちというのは色個性で言いますと、青と茶色と白の方がかなりいらっしゃるんですね。ではなぜこの方たちがそういうふうになるんでしょうかということをお伝えしたいと思います。このことはあまりそれ以外の方たちというのはご存知ないので、もっとしっかり知っていただいた方がいいと思います。そしてまたその方たちに向けての注意点もございますのでお伝えしたいと思います。その方たちというのはきらびやかなものとか、それから花柄とかいうものがお好きではない、お似合いではないですね。この2つです。好きではない、似合わないと思っている。それは思ってるだけじゃない？着てみたら似合うんじゃない？あなたに合う色や柄の訪問着を見つけたらいいんじゃない？見つけていないだけじゃないと思われる方がほとんどですよね。私もそう思いました。例えば紫の個性の方とか、それからピンクの個性の方は大抵そう思います。だって訪問着にもいろんな柄があるし、その中に似合わないものがあるわけないじゃない。もっと探せばあるわよ。それに結婚式に訪問着を着ないとか、こんな場面で訪問着や付け下げを着ないなんてちょっと困るんじゃない？ちょっと違うんじゃない？って思いますよね。それぐらい常識ではないですね。こちらの方たちが思っているこうあるべきということと、こちらの方たちがでも嫌だ、でも好きじゃない、そんな私じゃないって思っていることの差がすごくあるんですね。ではなぜ訪問着を着ないとか、柄のある華やかなものを着ないという方たちがいらっしゃるのかと言いますと、その方たちは華やかとか女らしいとかっていうものをあまり求めてなかったり、それがお似合いでなかったりするんですね。それよりもシュッとしてスタイリッシュな雰囲気とかキリッとした感じとかっていうのがお似合いになるとか、もっとおとなしくしたいっていう気持ちや、それからそういう習慣がすごく強いんですね。ですからもう借り物を着ているようになるから私は絶対嫌だというぐらいの強い意志と強い好みがおありなんです。このことをもっと多くの方たちに知っていただきたいと思います。私もですね、ある新年会の華やかな会にある方がいらっしゃった時に、訪問着じゃなくて、付け下げでもなくて、それでいいんだけど、どうしてフォーマルじゃないのかしらって思ったことがあります。もちろんですね、新年会でもフォーマルなお席でも、紬の訪問着をお召しになるとか、それから色無地をお召しになるという方法はあります。ですが、ちょっと違う雰囲気があるというのはフォーマル感がないっていうことなんですね。色無地をお召しになっても紬をお召しになってもいいんですけれども、やっぱりフォーマルなお席にフォーマル感がないとちょっと違和感が生じてしまうんですね。ですからこういう方たちがいらっしゃるということと、それからそういう方たちがもし華やかな場面で訪問着は着ないから、付け下げは着ないから、私はもう色無地に華やかな帯をしてそれで済ませていますという方も結構いらっしゃると思います。で、それは大きなポイントで、柄がないもので結構ですけれども、帯の豪華さとか華やかさでフォーマル感を出すということですね。フォーマルというのは格や豪華さなんですね。格が求められる場面では格が必要です。ですから色無地に一つもが入っているようなものをお召しになることで格は出ます。でも豪華さはまた別なんですね。豪華さと言いますと、やっぱり柄の豪華さだったり、それから染めの豪華さだったりしますけれども、金や銀を使っているというようなことでとても豪華さが出るんです。ですから光沢のある色無地に金銀が入っ
った袋帯をして、金銀が入った帯締め帯揚げをするということで豪華さは出ますので、そういうことで豪華なお席に出ていただければよろしいと思います。それでもですね、そういう豪華さは本当に好きじゃないとおっしゃる方もいらっしゃると思います。ですが、やっぱり TPO を考えますと、子供の式典に喪服を着ていきますかっていう、そういうことになるんですね。やっぱり TPO が違うとおかしいんですよ。ですから、フォーマルだったら、フォーマルに準じる工夫をするということは必要だと思います。柄がないものが良ければ、柄がないもので、帯締め帯揚げだけにでも金銀を入れるというような工夫をなさることで、それは対応できると思います。そういう場面で揺るぎの帯締めとかしてますと、絶対に合わないと思います。揺るぎっていうのは素朴な帯締めですね。揺るぎというのはこれよりもっと簡単なもので、こんな風なものが揺るぎと言われるもので、シャレ物なんですね。ですから金や銀も入っていませんので、フォーマル感がないわけです。高級ということと、値段が高いとか、それからフォーマルとか豪華さというのみんな違いますよ。これはフォーマル感がないシャレ物の揺るぎです。それに対してですね、これは金が入ってますね。ですからこれフォーマルです。これも金が入っていますよね。ですからフォーマルです。これをするのと、それからこれをするのでは、本当に豪華さが違うんですね。豪華さが違ってきます。ということで、豪華さをしっかり出していただきたいと思います。少しの好き嫌いということではなくて、個性として、豪華なものや、それから柄ですね。訪問着や付け下げの柄がついたものは着たくない、私らしくない、私の個性に合わないという方たちがいらっしゃるということをお伝えして、その方たちは一人や二人じゃないので、その個性の方たちというのはかなりいらっしゃいます。ですが、そういうことはあんまり認識されてないと思うんですね。それほど個性というのは、色や柄に大きく影響を与えるんですね。その方たち、白や青や茶色の個性が強い方たち、紫が少ないとか赤が少ないという方たちにとっては、華やかさとか柄物というのは本当に鬱陶しいようなものである方も結構いらっしゃると思います。そういうことを理解しましょう。それとその方たちがもしフォーマルなお席にいらっしゃるときは、好き嫌いは分かりました。ですが、フォーマルということの求められるものとして、色留め袖訪問着、付け下げという風に位置づけられているように、柄というのもとても重要な要素なんですね。ですからそれをお使いにならないのでしたら、せめて金銀を使った帯や帯締め帯揚げでフォーマルの工夫をしっかりなさってください。もしそれをなさらないとやっぱり誤解を生むような場面もあると思うんですね。ですからぜひそのようになさってください。今日はフォーマルなお席に訪問着を着ない私は変ですか？というタイトルでした。変ではありません。ですが、訪問着や付け下げを着なくても、その場に合うような対策もしっかり打ってくださいね。またそのことを他の個性の方々も理解いたしましょう。という内容でした。皆様のご意見やご感想をお寄せください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。